すぐできる。疲れた日の頑張らない晩ご飯。夜はクタクタで体力も時間もない。そんな日は無理をしない。簡単、スピード晩ご飯作り4日間です。忙しくて撮影できていませんが、お弁当は毎日バタバタ作っています。来週からはまたお弁当作りの動画になります。お弁当の皆様、よろしくお願いします。この日の夕飯は簡単に蒸ししゃぶにします。上の蒸し器に洗ったキャベツをちぎって並べます。下の鍋でスープを作るので15分くらいであっという間に晩ご飯が完成します。キャベツはたっぷり1/2個使いました。その上にもやしも1袋。下の鍋にしめじ。しゃぶしゃぶ用の薄切り豚肉が安かったので買ってきました。400g 広げて並べます。酒と白だしを回しかけて蓋をして蒸します。洗ったきゅうりをビニール袋に入れて叩きます。ストレス発散。もう一本いっとこう。太鼓の達人。横着していますが危ないのでちゃんとまな板で切ってね。塩昆布とごま油を混ぜておきます。お肉をほぐしてもう少し蒸します。よし、できた。スープも仕上げよう。豆腐、鶏ガラスープの素、料理酒、わかめを加えます。味を見ながら塩コショウで整えて、醤油少しと溶き卵1個、卵がふんわりしたらいりごまを振って完成。疲れた日は無理せず地味で質素でいいのです。最近わさび系にハマっています。この日は豚ロース肉を焼くだけにします。サラダスピナーを出すのが面倒なのでボウルをかぶせて振ります。鍋に水とブイヨンを入れて火にかけます。しめじと人参、キャベツ、たくさん入れて手抜きの罪悪感をなくそう。ウインナーも入れます。筋切りしてある豚ロースだったのでそのまま両面に塩コショウ、
薄力粉をまぶしてバターで焼きます。ピーマンはお肉と一緒に焼くと美味しいですよね。種は栄養があるのでそのままヘタだけ取り除きます。3分くらい焼いたらひっくり返します。娘が好きなアボカド。ちょうどいい食べ頃です。また横着をしていますが危ないのでまな板で切ってね。スープは塩コショウで味を整えて完成。焼けたピーマンとお肉を取り出して余分な油を拭いたら料理酒、みりん、醤油を 30ml ずつとニンニク少々混ぜます。火を止めてわさびを少し。洗い物を少なくしたいのでワンプレートにします。ご飯の上にのせちゃえ。アボカドにわさび醤油のソースが合うんです。この日も15分くらいでできました。簡単だけど大満足な晩ご飯。この日は厚揚げともやしのひき肉炒めにします。まずホッケの開きを焼きます。ひき肉が 500g で500円。今日は 200g 使います。生姜と一緒にごま油で炒めて厚揚げの油を拭き取り一口大に手でちぎります。1日30品目とか孫は優しいとか一汁三菜とか主婦を追い詰める呪文が頭の中で自分を責めてもくたくたでも家事は無限にできるロボットではない。朝は寝て体力が回復しているけど夜はしんどい。厚揚げに焼き色がついたらもやしも1袋加えます。体力は人それぞれ。無理をしないのも大事。疲れている日は手抜きでいいと開き直っています。お味噌汁の具は舞茸と小松菜です。酒とみりん各大さじ2ずつ、白だしと醤油各大さじ1ずつで味付け。片栗粉大さじ1を水大さじ1で溶いて加えます。とろみがつくまでしっかり炒めます。
味噌汁のだしパックを取り出してお味噌を溶いたら完成。庭の畑で大きくなりすぎた大葉。わあ、おいしそう。今日もあっという間にできました。残りのひき肉 300g を使わなきゃ。ハンバーグにしたいけど玉ねぎ切ったりは面倒だな。節約で常備しているもやしでピッカ。ひき肉にマヨネーズ大さじ1、塩コショウ少々、豆腐 200g、卵1個ともやしを1袋。混ぜます。もやしをポキポキ折りながら混ぜたら丸めて焼きます。ホットプレートにしたのはただコンロを汚さない方が後片付けが楽だからです。周りでエリンギとしめじも焼きます。玉ねぎのみじん切りもまな板を出して洗うのも面倒。この日はもやしで精一杯。頑張れる日に頑張ればいいのです。お味噌汁の具は小さな高野豆腐と長ネギ、わかめ。ハンバーグは焼き色がついたらひっくり返して蓋をして蒸し焼きにします。焼きすぎると硬くなるので気をつけます。水を 100ml、ケチャップとソース 50ml ずつ。赤ワインがあったので 100ml 入れておきました。コンソメと塩コショウ適量。醤油を少しだけ入れたら5分くらい煮込みます。お味噌汁はだしパックを取って味噌を溶きます。チーズをたっぷりのせて溶けるまで待ちます。と思ったけど待ちきれなくて、キャンプ用のバーナーで炙るという強行手段を取りました。シャーきたー。毎日ご飯作るの大変だけれど、皆様疲れた日は無理をしないで手を抜きましょう。ご視聴ありがとうございます。またね。